応。60 degrees when you over. 60, right? Yeah. 60. Yeah. Yeah. Usually, my dish is Pika. 14. Oh, 材料名 no title. No. We have in the restaurant no menu. No menu. No menu. This one, yeah. This one on the plate, bottom of the plate. This one hot. My grill and my turkey. Abalone and the corn. Yeah, okay. Perfect. Le poisson a été mis au sel. On l'a cuit à peu près 10 minutes à 150 degrés pour pouvoir le raffermir un petit peu, car il est tellement frais et de bonne qualité que si on imagine de le cuire directement, la peau, il va travailler, il va être un peu dur. Voilà. Des fleurs qui annoncent la couleur et puis le printemps qui va arriver.今回、アレクサンドル・ピーノさんと一緒にこのデモンストレーションを一緒にやるということでいろいろとサポートさせてもらったんですけども、彼はフランスの島でレストランを経営しているということで魚の調理がすごい上手っていう話を聞いて、今回一番日本郷土らしい食材であるタイを使ってくれたことをすごい嬉しく思います。で、フランス料理っぽいテイストを日本の食材を使ってこうやって表現してくれて、京都の食材とフレンチスタイルがちょうどうまく融合してるなと思って素晴らしいと思います。Un lait de soja exceptionnel, j'avais jamais goûté ça en France, c'est très différent. Des mousses, mais aussi un petit peu de sauce qui va venir nourrir le risotto. 彼はですね、この研修期間中に出会った食材を基本的にはほとんど使用している、この短期間の中でこのレシピを考え出したというのはすごく頭の回転が早いです。またはその知識がすごく豊富なんだなというのを感じましたし、個性の強いものをたくさん使って美味しさを出せるっていうのはすごいなと思ってすごく勉強になりました。We're gonna finish at the end with a little bit. これから鉄板でグリルして片面だけ焼いて提供するというようなことになります。食材の初めオイスターを使うっていう話だったんですけど、ちょっとこの時期日本でオイスターっていうのはなかなか難しい食材なのでアワビを、ちょっと値段は上がったんですけど手配して準備できたので、でもなんかこう素材自体の味がしっかりしてるところにこういうなんかクリームとかを合わせるのが個人的には非常に勉強になったし、ダビデ自体も日本の食材に対する理解が非常に深いので、すごく料理を決めるスピードも速かったし、調理工程もすごく早く決めれたので非常にありがたかったです。勉強になりました。ありがとうございました。Salée japonaise, mais le transformer en pâtisserie française avec des méthodes françaises.
Je viens ajouter à froid. 16年前にこのお父さんがジャック・デコレという方で、お子さんがまだ小学校でですね、これから料理学校を行かすんだみたいな話を聞いてたので、それがですね、こういうふうにまた店を継がれるということで、非常にこう感慨深いものがあると、お父さんがですね、その彼が店を継ぐって聞いたときに涙を流しているものだとか、そういうふうにフランス料理でも、代々店を継いでいくということで、コミュニケーションがすごく幅が広がるのがとても嬉しいなというふうに思っています。またこのフェローシップにご参加されるっていうご縁もありまして、非常に縁がつながっているので、またご両親が日本のことをよく言っていただいているところもあって、こういうふうに来たときにタイトルが冬の郷土ということで、そういう非常にこう情感たっぷりの料理を作られたというので、非常にまた楽しい1ページになったというふうに思います。 First day, radish, sweet radishes. Second day, rhubarb. Just roll it with a rolling pin, like this, to get a really, really thin layer. See? Sorry, a really thin sheet. And then what we do is to just fry the dry figs. Another type of salsa as well is made with pumpkin seeds. Well, pumpkin seed sauce is very and mix it. Okay. 彼の出身はメキシコです。で、イギリスにレストランを開いて3年になるみたいですけれども、それまでにいろんな国でポップアップをされていたこともあって、適応力がすごくある方でした。それは食材に対してもですし、異文化の触れて自分がどういうふうに解釈するかっていうのをすごく持っている人でした。自分の料理っていうのが自分の好みを持っているみたいで、こだわりをしっかり持っているというのはトップの人たちに通ずるのかなと思いました。こんにちは。醤油は、醤油、そうですね。これは醤油の香りを大変ごま油に、ちょっと移したオイルを作り出した。1ヶ月以上前から実は彼日本に滞在してて、日本のこの冬からだんだんとこう少しずつ春に移ろっていくこの空気感というのを彼なりに肌で感じていたので、その季節の移ろいをこの料理で表現したいというようにも話をしておりまして、その中で一緒に試作をしていくと、どうしてもやっぱり彼はすごく香りに対するこだわりが非常に強い方だなと感じておりました。醤油を燻製にしたり、京野菜の金時人参や生姜かぶの香りですね。あとはそこにどうしても春らしさをより一層強めたいということで、木のとこの葉っぱを生のままこれから使っていく。これによって冬から春にかけての季節の移ろいを彼なりに表現したいというふうに話しておりました。Hello everyone, how are you? We're gonna do a fruit serving. I think it's Japanese style. フィンガーライム、そしてわさび、酒を。It's just the juice.
下働きの方が勝手にやってくれるので、自分でやるのは久々やからちょっとやってくれと僕に言われたんですよ。そういうことなのかなと思って今も渡されてるんですけど。I think I understand. ヒーラ日本料理では使わないフィンガーライムっていうところと、あとはこうオイルに香りを移す過程で、僕らちょっとこうそうですね、油の中に例えば生姜を入れてそのまま煮出して香りがついたなぐらいで終わってたところを焼いて、しかも備長炭で焼いて炭の香りまでつけて、真空パックに入れて、70度スチームコンベクションオーブンで70度で、12時間ずっと蒸し続けるんですね。でそれをそれだけ時間をかかるっていうのをいかんせん僕たちも時間かかることするんですけど、あまりそこまで長くやるっていう感覚がなかったので、すごく勉強になったところでしたね。新しい仕事がしてたので面白かったです。それでは海外の料理人の方と接して刺激受けたことだったりとかっていうのはありますか？そうですね、自分と同い年で日本と海外でここまでのこう感覚の違いがあるのかっていうのと、あとはもう世界のトップシェフばかりでしたので、自分も負けてられないなっていう気持ちもあったんですけども、まだまだ自分頑張れる余地はあるなっていう、今後の自分の期待値が上がったかなっていう気持ちがします。この年代だとまだここまでしかできない自分の対象で、その次世代ですので、やっぱりまだ全てができるわけではないんですよね。ただ彼らは独立して一本柱でやってる方ばかりだったので、そういった面で言うと、やはりこの同じ世代でもここまでできる人間がいるんだったらまだまだできるなっていうふうに、自分のこの年代でまだまだこんなところで止まってられないなっていう気持ちにはなりました。この点に関しては自分が影響を与えられたなっていうところってありますか？日本は島国ですので、彼ら大陸であったりとか大きい土地を持っている人間と違って、物を大切にするであったりとか文化を大切にするっていうところでは、やっぱりずっと受け継いできたものを残していくっていう気持ちが強いので、農業であり水産であり第一次産業もそうですけども、品物の扱いや大切さっていうところを伝えたことに関しては、やっぱり彼らも分かってくれました。水を大切にするであったりとか、式包丁とか分かりやすいんですけど、食材に対する感謝を持って仕事をしているんだよっていうところは、彼らの中でもやっぱり少しビビッときたところがあったんじゃないかなと感じました。料理屋さんに生まれたから純粋に継がなきゃいけないっていうだけじゃなくて、もう30代になるまで外で他の仕事して帰ってきた若いご主人もいらっしゃいますし、私もそうですから、そういうキャリアを超えていろいろ分かり合えるまでに料理を共通言語化したい。その海外のシェフたちと一緒に、その言葉だけじゃなくて料理というものとしてちゃんと共通言語としてコミュニケーションが取れるように今後はなっていきたいかなと思いました。 One thing that I think Japan do really well is they know exactly where everything comes from and exactly how old it is, or what's the best part, whether it's a piece of fish or whether it's a piece of seaweed or whether it's a kashibushi. Like they know exactly where it came from, how old it is, what process it went through. And I think when I go back, I really want to go see our farms and our producers to see and learn more about every single thing that we use, whether it's dairy or cheese or whatever it is, but really get a better understanding of every producer we use, because I think that's something we learn here that's very important. Oui, il y a beaucoup de choses. Ce qui est très intéressant avec la cuisine japonaise, c'est que c'est une cuisine qui est très technique. Il y a énormément de choses que nous, en tant que Français, on peut s'inspirer des méthodes de cuisine japonaise, comme réaliser un dashi, même les techniques pour tout ce qui est poisson, ikejime. Moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup pour pratiquer en France. Oui. 彼らは、日本人みたいにいろいろ気使わないからね、その嫌なもんは嫌やって言うし、これどないやってんやって言って、お前そういう今聞くかみたいなやつもおるし、自分らの知らんことをどんどん吸収していきたいっていう意欲のある人しか聞いひんわね。こんだけ時間を取って自分で飛行機代は払ってくんやから。でそういうやつらがうちらの、
ボン連中の刺激になんねん。で世界は広いということが分かって同じようにいろいろなことを一生懸命こんな真剣に考えとるやつらがいるんやということが刺激になんねんな。今船長とね、取材の方が